はい、シュン TP チャンネルのトランペット奏者佐々木俊です。今回の動画は、高い音を吹く時のポイントの一つ、息の圧力についてお話ししたいと思います。高音出す時にね、すごくやっぱりね、高音の質問がすごく多いんですね。高音出ませんとか、前出てたのに出なくなりましたっていう時に、やっぱ必要なポイントがあって、圧力、息の量、息の方向、スピードなんですよね。このスピードと圧力のところに関しては一緒に説明してもいいんですけれども、あえて分けていこうかなと思います。この息の圧力なんですけれども、この圧力はどこでかけるかっていうと2箇所ですね。僕の考え方的には体と、あとはマウスピースと唇の間のところ、要はプレスっていう部分ですね。高い音で圧力をかけないで吹きましょうとか、楽に吹きましょうとかっていう考え方は僕正直ないです。プレスをしないと息のスピードを支えられない、圧力を支えられないことになってしまいますので、ある程度口にグッとプレッシャーはかかります。ここで圧力を作るからですね。それともう一つ、体から放出する息を圧力をかけて放出するってことですね。普通にこうやって話してると何も圧力もかからずにふーって息が出てくるんですけども、これをあえて踏ん張るっていう言い方がいいかもしれないですね。こういう感じで踏ん張る。踏ん張ると顔が赤くなってきますよね。例え方がちょっと良くないかもしれないですけど、代弁する時にね、こうなんかグッと踏ん張りますよね。この感覚にちょっと似てる。踏ん張るのが下かちょっと上かって、踏ん張る場所はちょっと違うんですけれども、ちょっとこの感覚を覚えて見てください。圧力をかけるのは丹田っていう言葉もいいのかもしれないですけれども、腹筋って言っときましょう。腹筋下っ腹のあたりをグッと力を入れていきます。グーッと力を入れていきます。そうすると下っ腹ちょっと支えてられてる感じがしますよね。ただ息が入ってるのって肺なんですよね。この肺をグーッと周りから力をかけてあげる。肺を風船と例えると、風船をこうグーッと抱えて、グッと抱えれば上に逃げようって思いますよね。風船ってね、ビヨーンってね。その力を利用して息のスピードを出そうっていう作戦です。だから肺を下っ腹と体全体でとっていう感じで圧縮していく。そうすると圧力がかかっていきます。こういう感じの圧力ですね。吹いてしまえばもうどんどんこうやってフーって圧力をかければ息のスピードも速くなっていきますので、高い音も出しやすいと思いますけれども、じゃあどれくらいプッシュしたらいいのかっていうところなんですけれども、これはねやっぱね人によるんですよね。アンブシャにもよりますし、やりすぎるとやっぱ口痛くなるし、足りないと息支えられないで逃げちゃうので、やっぱこれ自分の感覚でちょっと出が悪いなとか、もう一息なんだけどっていう時にピッてプッシュしてみると、もしかしたらもうちょっと圧力がかかっていいかもしれないです。いっぱいかけすぎると唇振動しなくなるので、ちょっとこの口とマウスピースで作る圧力に関して説明がちょっと難しいんですけれども、ここにもかかってるよっていうところだけはぜひ覚えておいてください。今回は高音を出す時の圧力のお話ちょっとさせていただきました。もし質問があるのであればコメント欄ぜひ記入していただいて必ず返しますからよろしくお願いします。それじゃあグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。